皆さんこんにちは、シンガーソングランナーのスイです。本日はガーミンの新作フォーランナー255ミュージック、こちらを効率よく走りたい方、そしてダイエットに励んでる方のための動画となります。ではどうぞ。いきますよ。いきますよ。そういう季節です。暖かくなりましたね。暖かくなりました。はい。はい。1、2、3、水です。1日2日、3日です。はい。本日のお題は、はい、ジョグです。ジョグです。たかがジョグ、されどジョグ。早く走るぞと思ってやっているジョグ、そして痩せるぞと思って走っているジョグ。いろいろジョグはジョグでもありますね。本日はジョグの専門家をお呼びいたしました。三塚先生、お願いします。ジョグの専門家の三塚です。よろしくお願いします。ジョグの専門家でしたっけ、僕。ジョグの専門家。はい。ということで今日は三塚先生、はい、ジョグについて詳しくいろいろ教えていただきたいと思います。はい。ちょっと実際に軽く走ったりもしながらお話できたらなと思います。お願いします。はい。結構多くの人が、ジョグは大事だって分かってるんだけど、まあダイエットのためのジョグ、じゃあ走りを向上させるためのジョグ、どういう風にどういうペースで走ったらいいのかとか分からない方がいると思います。でもみんなね、やっぱり効率的に練習したい、効率的に痩せていきたい、そういった方ばっかりだと思うので、その辺ちょっと詳しく教えてもらえたらなと思って、はい。ぜひ任せてください。お任せ。お任せ。はい。ジョギングで皆さん意識してもらいたいことは、まあその走力が向上したい人、痩せたい人、どちらにももう言えることなんですけど、一つ、頑張りすぎずに長く走ってほしいです。はい。それがジョグです。ジョギングって速ければいいみたいな感じで考えてる方もいらっしゃるんですけど、もう速く走っちゃったらその長く走れない。やっぱきついじゃないですか。それってもうジョグじゃないですもん。ペース走だったりインターバルだったり、そっちに近い方になっちゃうんですよね。なんでジョグの目的ってこう自分の気持ちいいペース、ゆったりとしたペースで長く走ること。それによってその結構速く走ると糖質をより過剰に使うんですよね。なんですけど、その遅いペースというかその基本的に適正のジョグの適正ペースで走ると、よりこう脂肪の燃焼も多く、かつ長く走れるっていう状態が作れるので、なんでジョギングってそのペースが大事で、皆さん普通に、まあ、僕がいつもおすすめしてるのは笑顔で走る、喋れるペース、そのニコニコペースで走るのが大体その脂肪が燃えやすく長く走れる強度体っていうので、大体最大心拍数の60から70って言われてるんですよ。なんでそこの強度体でやることがジョグなので、ぜひそこのペースで一つやってほしいなと思います。水さん、最大心拍数がまずどのくらいかって把握してますか？なんか測ったことありますか？ちゃんとはない。ね、まあそういう時はインターバルの時の実際の最大心拍数見たりとか、あと予測ができて、220引く年齢が最大心拍数って言われてます。だいたい200ぐらいかな。だいたい200ぐらいかな。あ、年下じゃなかったっけ？20歳になってますよ。設定上気持ちの最大心拍数は200です。実際はまあ180ぐらいということで、その180の181だけどね。181細かいから1大事ですね。大事な1です。181のじゃあ 60% かけたら109前後になると思うんですよ。そのぐらいがまあ理想的なジョギングのペース。よりそのなんで長く走れる心拍強度体かつ脂質も燃えやすいっていうので、そんなに低めなんだね。なんで意外と皆さん多分ジョギング頑張りすぎてませんか？頑張ってる人多いと思う。でまあ108ぐらい110ぐらいで、プラスまあそこからちょっと長く走っていくと心拍数ドリフトって言ってちょっとずつ上がっていくんです、同じペースでも。まあそれでまあ60、70%、それより速いペースやりたいという時はちゃんとそういう練習を設ければいいので、ランナーさんも。で痩せたいという方はそこじゃないとそもそも長く走れないと思います。すぐ疲れちゃう、すぐダメになるって方ってめっちゃ多いと思うんですよ、一般の方で。ランニング普段してない方が走るともうきつくて全然走れないんだよって。一番初め本当にそうだった。すぐきついって感じちゃう人はペース絶対速すぎです。だから軽く本当歩くぐらい、初めの人は歩くぐらいでちょっと早歩きとかでもいいんだよね。早歩きとかでちょっとじゃあそのペース同じだけど軽くジョギングにしてみるだけとか、多分本当にそれぐらいで強度的にそのいいゾーンに入ってるはずです。そんな頑張んなくてもいいわけね。なんで意外とそうやってその自分の感覚と客観的なもの、そういう数値とかでズレがすごい生じやすいので、まあこういったなんか心拍数とかをちゃんと測りながらトレーニングするっていうのはおすすめです。より効率よくジョグをするために意識してもらいたいことがあって、一つまずフォーム。綺麗なフォームで走ってほしいなと思います。難しいんだよね。難しい。やっぱそうですよね。なんかそのただ
じゃあ 60%、70% ぐらいのジョグをたくさんすれば痩せるかって、だからエネルギー使って痩せはするかもしれないですけど、足が太くなってしまったり、ドキドキ、あとそれこそ成長がなかったり、なんか頑張って走ってはいるけど、なんか全然進んでもないし、でもそうやって走ると、別に痩せるのが目的の人でもやっぱ楽しくないんですよ。気持ちよく進まないと走れないと。なんでそこのフォームを今までいくつかこう動画が多分たくさんあってやってきてると思うので、そういった点も意識しながらやってほしいなと思います。よりこう痩せやすくなるので、ダイエットの方にもハイパフォーマンスを目指している方にもどちらにもおすすめなので、走る前にドリルやったり筋トレをすること、プラスそれで意識した綺麗なフォームで走ることっていうのをやってほしいなと思います。筋トレドリルめちゃくちゃ一石何鳥もあるんだね。一石何鳥であります。一石2、3兆あります。一石2、3兆あるんで、本当にそのちょっとした一工夫というか、同じジョギングの30分がすごいこう有意義な30分になるのか、もう平凡な30分になるのか、もうそれだけで人生この一つプラス1の積み重ねがもうずっと差が開いていくので、継続して、今までやったこともやりながらジョギングはしてもらいたいなと思います。ということで、今いろいろこうジョギングについてお話ししたんですけど、実践してみましょうということで、実践楽しいね。行きましょう。ということで最初はドリル、動き作り、筋トレをやっていきたいんですけど、2、3回目にやったランジやりましょうか。これはね、なかなかちゃんとできるようになりましたよ。だいぶやってますか、普段から。あんなに膝出てたけどね。それがちょっとびっくりするぐらいでした。今日確認も含めてちょっとやりたいなと思います。ランジは普段の筋トレにもなるし、普段のその動き作りとしても両方に使えるすごくいい、僕一番おすすめしているものなので、ちょっとそれも確認と、今から刺激も含めてやっていきたいと思います。じゃあ最初その場のランジを行います。で、片足、前足がかかと重心、後ろ足がつま先重心で肩幅に開いて、それを直線上に落とします。これ20回いきましょうか。そしたら次2つ目。ちょっとランジは3種類やりましたよね。覚えてますか？最近ちょっと走る量が減ってたから。バックランジいきましょう。バックランジ。さっきの今沈んだ位置に前から戻します。で、じゃあちょっとかなり疲れてるみたいなので、交互に行きましょうか。右、戻す、左、了解しました。行きます。右、戻す、左。これ20回いきましょう。左右10回ずつですね。崩さず、下にいる時に崩さず、ここで崩さない、下で止まるような、一瞬静止するような、グッとするとお尻をギュッと使えるので止まる。そうです、いいです。頑張りましょう。ということで最後です。フロントです。フロント、足をしっかり前に上げた状態で倒れます。これがね、よいしょよいしょ、ふードン。あそこです。最初に垂直で下ろした位置があると思うので、そこまで。そこ手前です。そんな感じで、でこれによって次の30分40分のジョグがもうレベルアップするので、この状態でジョギングしてみましょう。で今刺激したので、今刺激したお尻の筋肉をやっぱ意識しながら、プラスこのなんていうんですかね、こういいフォームを崩さない、意識を崩さない、なんでとにかく今やることは意識し続けるフォームを、っていう中でジョギングをやっていきたいなと思います。私の今心拍が67、66、ここからどれぐらいかというね、110から120、125くらいだと思います。走ってほしいです。でもいきなり多分みんな視聴者の方とか初めて走ろうって思う人は難しいので、まずは20分、もうウォーキングとか入れながらでもいいので20分動き続けてほしいなと思ってます。でそれを大事なことはこのレベルまで少しずつ持ってくる。いきなりバーンって増やしちゃうと体が対応できなかったり、気持ちも対応できない、気持ちもですよね。でリカバリーもできないし、かつその足の怪我が起きやすくなったりするので、ぜひこう少しずつ自分のこうリカバリーに合わせてこう踏んでいく、練習量を増やしていく。でトータル60分を
できるようになりました。週にまず2日しか動けなかったのが3日できるようになって4日できるようになって、毎回の分数も20分から30分やって40分になってっていう成長をみんなでできたらなと思います。はい、ありがとうございます。こうやって20分から30分、40分、50分って伸ばしていくときにリカバリーとの相性、具合っていうか、それでってこう自分の体って意外と分かんないんだよね。分かんない。自分なんか疲れてるなというか感覚で感じることはあるんですけど、意外とその自分の主観の疲れとその体の疲れの状態でリンクしてないんですよ。だから僕大学院の研究で HRV ってやつをやってたんですけど、心拍変動っていうんですけど、心拍数って60秒、例えば60bpm だったら1秒に1回ずつなってるんですけど、規則正しく1秒に1回ポンポンポンでやってるわけじゃなくて、0.98 秒に1回 1.02 秒に1回みたいな感じでこう揺らぎがあるんですよね。その揺らぎが大きいと実は体が休まってる状態で、そういうの分かるんだ。分かるんですよ。で揺らぎがないとそれは疲れてる状態でっていうので、交感神経、自分が戦闘状態になってるのか、副交感神経が優位になってこうリラックスして体がリカバリーしやすい状態にあるのかっていうのを数値で判断できるので、なんかそのリカバリーの状態っていうものは、例えばじゃあ今それが交感神経に体が寄ってる状態だったら、今その子に無理やり増やす必要はないですし、やろうって予定してたものをちょっと減らしてもいいぐらい、ちゃんとリカバリーが追いついてないとやった分無駄になってしまうので、でちゃんとその状態がいい時、ちゃんと体が副交感神経が優位でリラックスしてる状態の時に、じゃあちょっと5分増やしてみよう、今日も状態がいい、じゃあもう5分増やしてみよう、とかあと頻度を1個増やしてみようっていうタイミングはそこで判断するのはおすすめです。リカバリーを効率的にやるにはどうしたらいいのかなって。そのリカバリーじゃあどうやって効率的にしていくかというと、それが練習の調整、今やった一つと、あとそれこそやっぱ睡眠ね、しっかりとること。睡眠結構取んなきゃダメなタイプ、私。ちゃんと時間取りたいタイプですか？取りたいタイプだな。プラス質をもっと良くしたいじゃないですか。良くしたいね。寝る前に例えば僕これ一回政治的に疲れた時があったんでいろいろ調べたんですけど、匂いとかすごく良くて、香りがもうアロマとか、それいい匂いを嗅いでいくとそれよく入眠しやすかったりする。プラスあとあるのはその精神的に栄養をちゃんと与えてあげること、自分の好きなものを食べる、好きなことをする、でちゃんと自分の心を優しくしてあげると、しっかり体が回復状態に向かいやすい、リカバリーも促進されやすいので、意外とただ体を休めるだけじゃなくて、ちゃんと心も休めましょう。それがリカバリーのコツです。そういうこと。それだと私ね、自分的にはね、呼吸を結構しっかりして、なんか興奮して寝れないって時にもうはーって吐いてってやると結構副交感神経入りやすいって聞いてからやってからはすごい寝つき良くなった。もうそういうやり方が良くて、多分もうたくさんのやり方があって、おのおのに合ったやり方があるので、そういったリカバリーの促進する方法、それこそマッサージ、夜マッサージしたりストレッチしたりでリラックスの時間を作ったりっていうのもすごくおすすめなので、確かにぜひ皆さんにはそういった自分なりのリカバリー方法をプラスアルファでやる、プラス練習をそうやって調整しながら少しずつステップアップしていくっていうのをジョギングやってほしいです。リカバリーする、リラックスだって言って寝る前に好きなもの食べちゃダメだよ。太りすぎるとね、体重がね、せっかく痩せようとしてるのに本末転倒なので。三塚君が好きなものを食べろって言ってだからとか言っちゃダメだよ。いや食べてもいいんですけど、それをちゃんと量をある程度節制したり、それで食べたから食べちゃった、じゃあもっと走らなきゃって言ってちょっと走るモチベーションにしたりとか、うまく使う、うまく使って全部ポジティブに捉えてその分頑張ってほしいです。寝る前にこうやってやっちゃダメよ。それがなんかちゃんとその自分の好きなことやったり、趣味したり、ストレッチしたりマッサージしたりっていうのがちゃんとリカバリーにつながってるかどうか、いい睡眠につながってるかどうかって分かんないじゃないですか。それもなんか結構感覚になってしまったら、せっかくリカバリーをそうやって数値で見ようとしてるのもったいないので、ちゃんとこういったデータをちゃんと活用したりしながらできる、このガーミンが確か持ってる人は多分数値でちゃんと測れると思うので、ぜひそういった数値を見ながらちゃんと今日やったマッサージストレッチはすごい効果が出てたなとか、ということで、最後こうやっていろんなことをお話ししたんですけど、そういった客観的なこうやってデータとか数値はすごく重要なので、ということで、こういった感じで主観と客観をちゃんとこう折り合わせながらやることはすごい重要なことで、自分の主観じゃ感じ取れない部分がたくさんあるので、それがジョギングだったり、こういったリカバリー、睡眠、主観とこういった機能、アイテムを使ってトレーニング、睡眠つなげていってほしいなと思います。それではちょっといろいろ検証やってみよう。
じゃあちょっとまずは感覚で、はい感覚でそのジョギングの適切な最大心拍数の60から 70% はいで走ってみましょう。はいで実際に心拍数の立ち上がりに3、4分時間かかるんで、はいそのペースで走って3、4分後に実際に確認してみましょう。はいこのペースがちゃんと、はいその心拍数的にもちょうどいい範囲にあるのか、はい110から 125bpm はいにうん収まっているのか、主観と客観を合わせてみましょう。なので今、はい、今ねやってみてください。心拍数を狙って、狙ってねこの強度帯にいけるかどうか。最近本当にね、もう走るのが重くてねほんまですか？もう感覚がもう2ヶ月前と全然違うのよもう本当にジョグキロ7キロ7いいんじゃないいや疲れ切ってちょっと疲れ切ってるから、それも踏まえて、はい今の体調に合わせて、で、そうです心拍が110、20ぐらいにぐらいになるようになるようにねはい、はいもう意外と、ちょっとアドバイスになるかもしれないのでやめときます、オッケー楽しみですね。これぐらいな気がしてきた。なんか本当ですか？なんかね、はい、なんか感覚掴んじゃったかもしれない私。ごめん。あと30秒後に確認しましょう。私感覚掴んじゃった。これ多分はいね、はいニコニコペースですか？ニコニコペース110ぐらいだと思うこれ。あぴったりでしょ。110、114。 114ですね、うん。僕も予想していいですか？僕、うん128マジ？の予想です。本当？それでは確認しましょう。はーい。チェック。はい。早くね。あ、すごい。128。ぴったり。すごいこんな感じだと思います。すごい。ぴったり。もうちょっと低いと思った。意外となんで自分の中でちょっと遅いなぐらいの。すごいね。でも意外と早すぎたんだ今ので。早かった。すごいね。まあでもちょうどいいくらいです。今70%ぐらいなので、うんまあこのペースでもまあその上限ぐらいでジョグとして全然効果はあると思うので、結構うまいなと思いました。本当ありがとうございます。いかがでしたでしょうか？とにかくね、楽しむことが大事です。で、なかなかね、主観じゃわからないので、こういったアイテムを使って効率よく走ったりトレーニングしたりダイエットしていきましょう。ガーミンをね、つけたまま寝ると朝、モーニングレポートというものが届きます。本日の睡眠の質はこんな感じでしたとかね、今日の天気だったりとか、あと目標のステップ数、そんなものが届くんですけども、この内容はね、自分で登録してね、これはいる、これはいらないっていう風にね、登録することができます。そのでね、この中でも私が一番気に入ったのはこれです。睡眠のね、レポート。もうめちゃくちゃこれ楽しかった。はい、ドン。時間は長いがリフレッシュできていないとね怒られておりますね。怒ってはないか。でね、私確かに昨日はね 2,3 回起きちゃってなかなか寝つき悪いなーって感じだったんですよね。で朝も疲れ取れた感じしなかったからもうまさに合ってました。こんな感じでちょうど起きた時間とかもねなんか浅い眠りになってんのかな。でこんな感じでですねレム睡眠とか覚醒しちゃったとか浅い眠り浅い眠りにって歌知ってる？でね、はい、朝寝ましたね。はい。長い時間眠りましたが、レム睡眠が不十分です。クリエイティブなタスクや問題解決が難しく感じるでしょう。まさに今日はそんな感じだったっていうところで、こう眠ってるとちゃんと取ってくれて、眠ってる時にね、つけると取ってくれて、つけてないとこんな感じで取られてない。月水はつけないで寝ちゃったって感じかな。はい。でね、さらに面白い機能、自分の体のことを教えてくれる面白い機能、HRV ステータス機能っていうのがあるんですね。これ HRV ステータスなんやねんってね、思った方いらっしゃると思います。交感神経、副交感神経、どっちが優位なのっていうのを教えてくれるんですよ。で交感神経っていうのはね、よし、これからやるぞ。走る時とかもね、交感神経で行きたいところなんですけども、やっぱお休みする時、眠る時は副交感神経でゆっくり深い睡眠とった方がいいわけなんですよ。でそれで自分でね分かんないじゃないですか。今は副交感神経優位ですとかね分からないんですけども、このガーミンちゃんがねこれを教えてくれるわけなんですよ。でこんな感じでね1週間のグラフも出てるんですけども、はい火曜日私は何をやったかっていうとねストレッチをしっかりとやりました。最近おサボり気味だったストレッチしっかりやったらですね、やはり副交感神経優位で寝ることができました。そして木曜日、これ何やったかっていうと、はい、ちょっと今流行りのサウナ整えてきましたよ。
サウナで本当に体が整うのか検証していきたいと思います。サウナね好きなんだけど最近ちょっと来てなかったんでね、しっかり入っていきたいと思いますよ。整え整ったってことでね、この日もやっぱりちょっと高めに出ています。長々とお話してきましたけど、自分の体のことって分かってるようで分かってないんですよね。こういったアイテムを使って自分の体を可視化して客観視してあげるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、またうたらんチャンネルで会いましょう。またねー。ちゃんと寝ようね。